こんにちは。今回は SBEX ニューガンダムの上半身を改造していきたいと思います。まずは肩の改造を行います。このキットの肩は造形が甘くいまいち格好良くないので、少し手を加えて見栄えを良くしたいと思います。まずは肩のバーニア部分を改造していきます。はじめに端材のランナーを用意し、適当な長さに切り出し、バーニア部分の開いている穴にランナーを差し込みます。この時ランナーの先端を斜めにカットしておくと良い感じ。ランナーの穴に詰めることができたら結束バンドを用意します。この結束バンドをバーニア部分に合うように調整しながら切り出します。結束バンドを切り出すことができたら瞬間接着剤を使用して結束バンドを接着します。結束バンドのギザギザがバーニアのモールドになって良い感じのバーニアになってくれます。この段階でも結構良い感じですね。続いてプラ板を用意します。用意したプラ板を適当に切り出します。切り出したプラ板を肩のバーニア部分に接着します。このキットはなぜか完全な四角でバーニアを造形していないんですよね。バーニアに蓋をする形でプラ板を貼り付け、接着剤が乾燥するまで置いておきます。接着剤が乾燥したらプラ板をバーニアの形に合わせて整えていきます。プラ板をバーニアの形に合わせて整えることができたら肩のバーニア部分の改造は終わりです。続いて肩に開いている穴を埋めます。まずはプラ板を穴の裏側に接着します。このプラ板を貼ることでパテの入り込みを防げます。プラ板を接着することができたらエポキシパテを肩の穴に詰めていきます。この時力を入れてパテを押し込むとプラ板が取れる恐れがあるので、ほどほどの力でパテを持っていきましょう。パテが乾燥したらパテとパーツがつらい位置になるようにデザインナイフとヤスリを使用して削っていきます。パテの成形が終了したら肩の改造は終わりです。続いて頭部の改造を行います。ニューガンダムの頭部は大きい合わせ目があるので、これをきれいに消したいと思います。合わせ目消しにはクレオスのミスターセメント SP を使用しました。この接着剤を合わせ目にたっぷり流し込み40秒程度時間を置きます。接着剤を流し込み時間を置いたらパーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時に
合わせ目から接着剤で溶けたプラスチックがムニッとはみ出てきたら合わせ目消しは成功です。あとは接着剤が乾燥するまで最低でも1日置いておきましょう。接着剤が乾燥したら合わせ目からはみ出ているプラスチックをきれいに取り除きます。このはみ出たプラスチックをきれいに処理することができたら頭部の合わせ目消しは終了です。続いてアンテナの改造を行います。まずはアンテナの裏側にある肉抜き穴を処理します。よく練ったエポキシパテを肉抜き穴に詰め、パテが乾燥するまで時間を置きます。パテが乾燥したらリューターを使用してパテを大まかに削っていきます。パテを大まかに削ることができたらヤスリでパテをきれいに成形します。ある程度パテがきれいになったらアンテナの肉抜き穴の処理は終了です。続いてアンテナの先端を鋭く尖らせていきます。まずは紙ヤスリを使用してアンテナの先端を平らに削ります。先端を平らに削ることができたらアンテナの先端に毛書き針で傷をつけ 0.3 ミリの穴をピンバイスで開けます。ピンバイスで穴を開けたら開けた穴に 0.3 ミリの溶白線を差し込みます。この溶白線で芯を作ることで改造後の強度を高めます。溶白線を差し込むことが来たら瞬間接着剤を使用してアンテナの先端にプラ板を接着していきます。今回は 1mm 厚のプラ板を使用しました。接着剤が乾燥したらニッパーを使用してプラ板を大まかに切り取っていきます。プラ板を大まかに切り取ったらヤスリを使用してプラ板を鋭く尖らせていきます。この作業はアンテナの根元から先端にかけてヤスリを動かすとプラ板がどんどん鋭くなっていきます。アンテナの先端が鋭くなったら改造作業は終了です。最後に細かい改造を行います。ニューガンダムの腕部には様々なオプションを取り付けることができるジョイントがありますが今回は使わないので取り除いてしまいます。ニッパーを使用してジョイントを切り取りヤスリを使って荒れたパーツの表面をきれいに整えます。パーツの表面を整えたら彫刻刀を使用してモールドからはみ出ている細かいジョイントを切り取ります。ジョイントの穴が思ったよりも深かったので瞬間接着剤を使用して若干開いている穴を塞ぎます。穴を塞ぎきれいなパーツを作ることができたらニューガンダムの上半身に行う改造は全て終了になります。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降もニューガンダムの作業動画を投稿していくのでチ
チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。ではさようなら。Are you listening?